はい。おはようございます。マスターです。おはようございます。井上よしです。マスターですけれども。はい。まあ、今日はこんな感じで始めてみました。つまらないですか？はい。いつもブログを見てくださって本当にありがとうございます。なんか、結構この前やったお客様の声をたくさん集めて、1位の人には5万、2位の人には3万、で、3位の人には1万を差し上げますっていうことなんですけれども、結構な感じで集まってきてますんで、今週のですね、明日までかな、土曜日の11時59分までなんで、頑張って送ってきてください。何通でもいいから送ってくることが大事なんで、送ってきてください。僕のメールアドレスは、ここにちゃんと書いてますんで、そこまでぜひお願いします。さて、今日はですね、少し僕の昔の話というかシリアスな話をちょっとしたいと思うんですけれども、よく言われることなんですけれども、セミナーで前で喋ったりとか、動画でこうやって結構ね、ドカーンとなんか大きいこと言ったりとか、みんなに結果を出さすようなこうやり方を教えたりとかっていう、今はですね、結構、素晴らしいですね。自分でもびっくりするぐらい夢じゃないかなっていうぐらいの成果っていうのはなかなか出てるんですけれども、やっぱりね、何年か前っていうのはとても辛かったんですね。何が辛かったって言ったら、とても貧乏でしたし、とても辛いことがたくさんありました。で、なんでですね、僕がこんな話するかって言ったら、まあ、僕もそうでしたけれども、昔成功してるっていうか成果を出してる人の話を聞いてて、あの人は特別だからあんなことができたんだとか、あの人は昔ながら、要は生まれながら才能があったから、あんなことが、軽々できたんだっていうふうに、一言だったんですね。すごいとは思うものの、やっぱ、あの人は特別。俺は普通の人やからっていう感じで思ってたんですよね。なので、あなたもですね、僕のこの今日の悲惨な過去の話を聞いて、増田にだってできたんだから、僕にだって、私にだってできるはずっていうふうに思ってもらいたいんです。なんで、そういうふうに思ってもらいたいかって言ったら、あなたもここまで来て、一緒に同じステージでたくさんの人を助けてもらいたいんですね。整体っていう業界っていうのはそんなに華々しい業界ではないし、どっちかって言ったらお医者さんとかね、接骨院とかそういう人たちと、要は国家資格を持った人たちとよく比べられるんですけれども、そういうちょっと陰ながらというか、患者さんを支える立場ですけれども、でもですね、僕自身はこの業界にやっぱりこう命を懸けたわけですよ。で、今のこの治療科コンサルティングというか治療院の集客請負人としてね、使命を担ってるわけですけれども、昔からですね、そんな素晴らしかったって言ったら、全然すごくなくって、で、何が悲惨かって言ったら、あなたはですね、今、借金がありますか？家のローンがありますか？家族はいますか？僕はですね、本当に、ついこの間までですね、サラリーマン金融で何百万円。で、闇金融ってわかりますかね？闇金って。要は10万借りて、次の日11万とか12万返さないと、実家に鬼のような電話かかっていたりとか、おとんとかおかんの職場に鬼のような電話かかってくるようなところから借りてました。でですね、頑張って逆転しようと思って、なんかね、パチンコをしたりとか、で、パチンコの雑誌に載ってるような、なんかよくあるじゃないですか。こんなブレスレットはめたら、次の日からなんか金持ちになったみたいな。ね、あとは何やったかな。こね、ついてるついてるって言って全然つかなくなったりとか、よくある話ですけれども、そういうことを、ありとあらゆることをやってきましたけれども、ことごとく死んでました。人生がもう終わりだったと思ったことも一度や二度ではないです。ただですね、僕自身はそこで諦めなかったんですね。
この前電話コンサルティングでお話しさせてもらった先生にも、同じではないけれども、同級生の先生がいて、で、その先生と喋ってると、なんでそこまで気持ち高められたんですかとか、なんでここまで頑張ろうと思ったんですかって聞かれたんですけれども、もうそれはですね、ブログをずっと見てくれてる人やったら僕のこの動機はわかると思うんですけれども、やっぱりですね、同級生に馬鹿にされたりとか、家族に馬鹿にされたりとか、で誰かにこう後ろ指さされたりとか、こうけなされたりとかってやっぱしてたんですね。なので、もう途中でですね、やめてしまうイコール、その人たちの言った通りになるわけですから、とても尺に触るんですよね。悔しいし。で、何回も泣いたし、本当にね、不屈の精神なんてね、僕なかったんですよ。不屈の精神って言ったらとてもかっこいいですけれども、もう僕は人生は不服ばっかりでした。理不尽なことばっかりだったし、こんなに頑張ってんのになんでうまくいかないんだろうって思うことが多分あなたの10倍や20倍ではないと思います。人よりも才能はないし、今ではこんなにこう頑張ってね、やってますけれども、何をやってもうまくいかなかった時期っていうのがたくさんあるんですね。ね、広告売っても当たらへんし、治療やってもなんかうまい結果が出たとしてもまた次来ますって言われたりとか、なんかほんで、先生全然大丈夫です、また来ますって言っても全然来えへんかってドタキャンされたりとか、もう勘弁してよって感じで、でね、ある時はですね、1日5人ですね、予約が入ってて、その時僕4000でやってて、5人来たら2万じゃないですか。で、その次の日、携帯代払えると思ったんですけども、その5人ともキャンセルとかして、キャンセルされたりとかしてね、次の携帯代が払えなくて止まったりとかっていうのもたくさんありました。それも一度や二度じゃないんですよ。本当に。でですね、ここであなたに言いたいことは、あなたは多分過去の4年とか5年ぐらい前の僕よりも素晴らしく、素晴らしいって言いたい語弊があるかもしれないですけれども、それよりも悲惨ではないと思うんですよ。悲惨ではない。そんな悲惨なところから、たった少しの期間で、僕は年収何千万っていう感じで稼げるようになりました。なので、あなたもですね、絶対できるはずです。できないとするならば、自分ができないと思い込んでるだけです。なので、今日はですね、また次の次回も喋ろうと思うんですけれども、あなたは多分僕以上に悲惨ではないと思うし、借金があったとしても、僕よりもそんな闇金で借りるほど悲惨ではないと思うんですね。なので、あなたが僕よりも上に行けるというか、もっともっとどんどん上に行ける、そういう、なんていうんですか、わけというか、動機というか、可能性っていうのは、僕よりも確実にたくさんあると思うんですね。なので、もしあなたが相当今ダメ男であったとしても、ダメ子であったとしても、情けない、家族からも何も期待されないやつであったとしても、まずはですね、諦めないで前進してください。前進することによって結果は出ます。それはあなたの望んでいる結果じゃないかもしれません。ただ、前進すれば何かが現実的に現れます。神様にお祈りするのもいいんですけれども、僕は神様にお祈りをし続けて失敗してきた人間です。なので、もしこの世に神様がいるとするんであれば、自分の心です。自分の心に祈るように行動してください。そうすることによって確実に着実に前進しますんで、それをですね、毎日の励みに頑張ってください。僕の悲惨な状況っていうのは、あなたがもう体験しなくてもいいように僕が全て教えます。整体とか治療業界で成功する方法っていうのは、僕があなたが泥まみれにならなくっても全て教えて差し上げますんで、ぜひですね、この動画っていうのは毎日見ていただけるととても嬉しいです。見ることによってパワーを貯めていただけるととても嬉しいんで、ぜひですね、また明日も見てください。明日も
ちょっと今日と同じような話になりますけれども、あなたが必ず逆転できる方法として、僕の過去の話、現在の話っていうのをしていきますんで、ぜひ見ていただいて、コメントをですね、していただいて感想を聞かせてください。このことを喋ってても、一人で喋っててね、コメントが一件もなかったら、とっても寒いんで、ぜひ、また明日も会いましょう。それでは、今日はこの辺で終わっておきます。じゃあ。